同級生を殺害し宅配便で郵送した女はその同級生になりすまし、彼女の死後も骨の髄まで利用しようと企んだんです。2014年3月24日、大阪府西成区集会に参りました。とあるアパートの一室に宅配業者が訪れました。玄関から出てきたのは30代くらいの女性。これなんですが、彼女が扉を大きく開くと、そこには2メートルほどの重そうな段ボールが、慎重に運ぶ必要がありそうなその荷物の送り状を確認しながら、宅配業者は女性に尋ねます。お荷物は粘土人形でよろしいですか？節目がちにうなずく女性。彼女はどこか宅配業者とのやり取りを嫌っているように見えました。それもそのはず、女性はその荷物の中身を絶対に知られてはいけなかったんです。段ボールの中身は数日前にめった刺しにした彼女の友人でした。友人を殺害し死体を宅配便で送る女。理解不能なその犯行の理由とは。楽な方に流され続けるその女にとっては、善人に寄生することが唯一の生きる道だったんです。おさつけんちゃんです。いや、みみこです。いや、私最近、すっごい初体験をしてね、サロンの新年会あったじゃない。あの日に、私普段ね、街中を高速移動してるから、人の目にこの姿が捉えられることないの。でも、あの日は、1次会の会場から2次会の会場まで距離があったじゃない。歩いたのよ、渋谷の街中を。思い出して、どこ歩いてたあれ、普通に山手線の改札の前とか歩いてたよ、私この格好。あ、そうなんだ。そうなんだじゃん、あなたも歩いてたじゃない。だって俺別に駅に入ってないから、別に。だって歩いてただけじゃん。道でしょ？そう、道よ。そのもう渋谷のど真ん中を歩くなんて私は思ってなくてさ。いる、こういう人いるよ。いや、いないわ。でも、なんか人の視線がそこまで気にならなかったの。で、よくよく考えたら、あ、なるほどって思って、私この和服の格好してたじゃない。当日何の日だったか覚えてる？当日何の日？成人の日。そう。私成人式の20歳だと思われてたから、そんな珍しがられなかったんじゃないかと思って。ちげえよ。今回ご紹介するのは大阪で起こった非常に奇妙な事件。この事件は友人を殺害した犯人がその遺体を宅配便で郵送したという、およそね、常人には理解できないようなおぞましい事件なんです。宅配便で郵送って何のためにそんなことするの？詳しくはね、これから見ていくんですけれども、犯人はね、被害者の真面目で優しい性格っていうのを、死んだ後でも利用しようとしたっていうことがね、今回の事件につながっていったんです。ある日突然姿を消した被害女性。そしてその女性は長らく周りからどこかで生きているんじゃないかと思われていたんです。旅に出た女。2014年3月22日、大阪市西成区、とある老人介護施設では、職員たちが何やら心配そうに話をしていました。珍しいな。いつも遅刻なんてしないのに。彼らが噂していたのは、同僚の准看護師 A さんの出勤が遅れていたため、真面目な彼女はこれまで遅刻など一度もしたことがなかったんです。そうやって職員たちが話をしていると、そこへやってきた現場の上長はこう言いました。A さんはお休みだそうだ。理由はわからないが、今朝メールが来た。ひとまず連絡はついたものの、 A さんが理由も告げずに欠勤することにはどこか違和感がありました。そこで同僚たちは就業後に彼女の自宅へお見舞いに行くことに。しかし、おかしいな。電話も繋がらないし、家にもいないなんて。いくらインターホンを鳴らしても A さんの応答はなく、同僚たちは首をかしげていたんです。その時、同僚たちの LINE グループに A さんからこんな連絡が入ります。今、旅行で遠くに来ています。しばらく帰れませんが大丈夫です。旅行？いきなり仕事を休んでか？ A さんからの LINE に同僚たちは思わず眉を潜めますが、その場はどうすることもできず帰宅するんです。そしてその日から何日経っても A さんが職場に姿を見せることはありませんでした。この LINE さ、絶対 A さんが送ったものじゃないでしょ。そうなんです。その後もね、彼女からは不可解なね、LINE が届くんです。しかしですね、それがね、本人が送ったものではないっていうのが分かるのは時間の問題だったんです。A さんが行方をくらませてから1ヶ月が経ち、彼女の両親もまたいつもと違う娘の様子を不審に思っていました。一人暮らしの A さんは両親には頻繁に電話をしていたのですが、ある時からメッセージでしかやり取りができなくなっていたんです。何かあったのかしら。両親がそんな心配をしていた矢先、彼らの元に一本の連絡が。それは A さんが一人暮らしをしているアパートの管理会社からでした。家賃の支払いが遅れています。ご本人には3月末にご連絡を入れたのですが、まだお支払いいただいていない
なかったもので、異常事態を察した両親はすぐに A さんのアパートへ滞った家賃を支払い、急いで管理会社に部屋の鍵を開けてもらうように頼むんです。そして何よこれ。部屋へ入ると同時に悲鳴を上げ、その場にへたり込んでしまった A さんの母。部屋の中央には人間の血液と思われる大きな赤いシミが滲んでいたんです。両親の通報によって事件性を疑った警察は捜査を開始すると、 A さんは1ヶ月前消息を絶ったそのタイミングで一つだけ手がかりを残していたことが判明します。それは彼女がなぜか縁もゆかりもない東京でトランクルームを借りていたこと。トランクルームってさ、個人の荷物預けられる倉庫でしょ、なんでそんなものを大阪の人が東京で借りるわけ？そこがなんかこう奇妙ですよね。A さんが行方不明になってからおよそ2ヶ月後の5月23日、警察は東京都八王子市のトランクルームを訪れていました。そのトランクルームは A さんが失踪したのと同じ頃に借り始めたもの。そのドアを開けると中には約2メートルの大きな段ボールが一つ。その中身は A さんの遺体だったんです。誰がこんなことを。箱を開けた瞬間、その場に広がった匂いに思わず顔を歪める警察官。段ボール詰めになった A さんの体には10箇所以上もの刺し傷や切り傷が。そう、彼女は行方不明になったあの日、何者かによって殺害され、その後2ヶ月トランクルームの中に隠されていたんです。大阪から東京に郵送したってことでしょ？いや、未だになんでわざわざ大阪から東京にまで送るのか意味がわかんない、東京にね郵送した理由は、犯人の正体を知ればすぐにわかるんです。10年ぶりの再会。警察が捜査を進めると、段ボール詰めにされた A さんの遺体は大阪から東京へ宅配便で郵送されていたことが判明。その送り主と受け取り主はいずれも A さん本人。宅配業者も A さんの自宅にいた女性から荷物を受け取ったと話したんです。宅配業者に荷物を渡したその人物は一体何者なのか。そのヒントは A さんのスマホの中に隠されていました。会うのは10年ぶりかな。同窓会楽しみ。それは A さんが殺害される2ヶ月ほど前に彼女の小学生時代の友人大石ゆりから送られたメッセージ。 A さんの SNS にはこの後すぐに友人4人で同窓会を開いている写真がアップされていました。一見してそれは何の変哲もない旧友との再会風景。しかし警察は A さんが同じ日にアップしていたまた別の SNS 投稿から大石の不審な点に気がつくんです。今日は夕方から小学校の同級生と会うよ。今は東京に住んでてなかなか会えないお友達。すぐに大石ゆりを調べろ。警察はその SNS 投稿を見るなり急いで大石の足取りを追いました。すると大石は少し前まで A さんの遺体が発見されたトランクルームの場所と同じ東京都八王子市のマンションで暮らしていたことが判明。さらに遺体が入れられていた段ボールには大石の指紋がべったりと付着していました。10年ぶりに会った友達に殺されちゃったってこと？なんでそんなことに発展するの？さして付き合いもなかったのに謎ですよね、これ。そしてね、この犯人の大石はついに警察もね追跡できないようなところまで逃げていくんです。その後の捜査によって A さんの死後、何者かが彼女のクレジットカードを使用していたことも明らかに。それもまた大石の仕業に違いありませんでした。しかも大石は元あったクレジットカードを盗んだだけではなく A さん名義のクレジットカードを何枚も新規発行。それらはほとんどが中国で使用されていました。くそ、逃げられたか。大石は A さん名義でパスポートを作成し中国へ入国。彼女が旅行に行ったように見せかけ早々に逃亡していたんです。これは警察にとって大きな痛手でした。中国と日本とでは犯罪人引き渡し条約が結ばれておらず、大石の身柄引き渡しは容易ではなかったんです。大阪府警は外交ルートを通じて引き渡しを求めますが、案の定交渉は難航。結局大石が日本に戻ってきたのは事件発覚から2年8ヶ月後のことでした。海外逃亡されると警察は手が出せないみたいな話ってよく聞くじゃない。危険な人物をそんな海外の警察に協力してもらえないもんなの？実はね、日本っていうのは犯罪者の引き渡しに関しては、特別各国からねかなり厳しい目で見られてるんですよ。これ詳しく解説していきたいんですけど、というわけで本日のメトラキーワード、犯罪人引き渡し条約について。犯罪人引き渡し条約とは、国外に逃亡した犯罪者を追跡逮捕するため犯罪者の引き渡しを国同士で相互に義務付ける条約。世界各国の状況を見ると、フランスは96カ国、イギリスは115カ国、アメリカは69カ国とこの条約を締結しています。一方、日本はアメリカ、韓国の2カ国としか犯罪人引き渡し条約を締結しておらず、海外逃亡をされると捜査が難航するケースも珍しくないんです。日本と犯罪人引き渡し条約を締結している国が少ない理由は、
は日本に死刑制度が存続し続けているため、犯罪者の引き渡しにはそれによって基本的人権を侵害してはならないという規約があります。死刑制度のある国への身柄引き渡しはその規約に違反するとされる場合が多いんです。長い年月を経てね、大石はようやく日本に引き渡されることになったんですけれども、なぜね、10年も会っていない A さんを殺害するに至ったのか。この大石には友人を殺してでも手放したくないものがあったんです。怠け者の思惑。2017年1月25日、2年8ヶ月にも及ぶ交渉の結果、ようやく日本へ身柄を引き渡された大石。ここから取り調べによって友人の A さんが殺害された理由が徐々に明らかに。事件には大石の怠惰な性格と出自をめぐる事情が関係していたんです。大石はもともとブラジルで生まれた日系ブラジル人3世。彼女は小中学校を日本の学校で過ごし、そこで A さんと出会いました。その後一度ブラジルへ帰国し、20歳の頃に再び日本で暮らし始めた大石は、3年が過ぎた頃からバイト先で知り合った中国人女性ワンとルームシェアをするように。大石は心の中でしめしめと北総園でいました。いいかも見つけた。そう、ルームシェアといっても契約の手続きや家賃の支払いは全てワンが負担。アルバイトで生計を立てる日々にうんざりしていた大石は、ここから数年にわたってワンに経済的に依存し、紐のような生活を送るんです。ワンは中国人なんでしょ、これって何、大石が中国に逃亡したのと関係あるんじゃないの？そうなんです。実はもともと大石が事件を起こしたのは、ワンを追いかけて中国に行くためだったんです。ワンとの生活を続ける中、やがて彼女の進学に合わせ東京都八王子市へ移り住んだ大石。しかし2013年の秋、ワンが大学院を卒業する頃になると、彼女の生活は一変するんです。来年の4月から中国に戻って就職するわ。突如告げられたワンからの帰国の知らせ。中国へ帰る？じゃあ私どうやって生活していけばいいのよ。大石がワンと暮らした年月は約5年。その間ワンに頼り切っていた大石の頭には、彼女と離れて自立するという選択肢はありませんでした。そのため大石はワンと一緒に中国へ渡ることを考えるのですが、それもまた容易なことではありませんでした。実は当時の大石はブラジル国籍で、日本の在留資格はすでに失効してしまっていました。在留資格の更新を怠ったこともまた彼女の怠惰な性格ゆえのことでしょう。家の契約を全てワンに任せていたのも、不法滞在中の身である大石が身分証を提示できないため。そして何より在留資格を持っていない大石は日本でパスポートを作ることもできません。彼女がワンを追って中国へ渡ることは絶対に不可能だったんです。しかし大石はどうしてもワンに寄生する楽な生活を手放したくありませんでした。考え抜いた末、彼女はついにその思考へたどり着いてしまうんです。中国に行くには誰か別の日本人になりすませばいいのよ。この時の大石の脳裏に浮かんだのは、小学校の同級生 A さんのこと。真面目で人が良かった彼女は運悪く大石のターゲットにされてしまったんです。乾杯。2014年2月1日、大阪の居酒屋では大石の小学校の同窓会が開かれていた。幹事として名乗り出た大石は A さんとその他に友人2人を集めていた。久しぶりだね。元気だった？大石の本当の目的などつゆ知らず、再会を喜ぶ A さん。大石はそれとなく彼女の近況を聞き出した。A は海外旅行とか行ったりする？一人暮らしをしながら准看護師として働く A さんは忙しく、海外旅行とは無縁。彼女はパスポートも持っていないという。同窓会では他にも様々な話に花が咲いたが、大石としては A さんが話したその内容さえ分かれば十分だった。そしてこの1ヶ月半後、 A さんの家を訪れた大石は言った。ねえ、私パスポート作りたいんだけど在留資格がなくて無理なの。 A の名義貸してくれない？優しくてお人よしの A さんならきっと断ることはできない。大石はそう思っていたのかもしれないが、 A さんであってもそうでなくても彼女のめちゃくちゃな申し出を受け入れられるはずはなかった。そんなの無理に決まってるじゃない。 A さんは誰もがそうしたと考えられる反応を見せた。しかしその言葉は皮肉にも大石の取り返しのつかない行動の合図となってしまった。真っ赤な血に染まった腹部を押さえ、その場にうずくまる A さん。それから彼女が動かなくなるまで、大石はその体に何度もナイフを突き立てた。私は絶対にあの生活手放したくないんだよ。どうしたらさ、こういう発想になって殺すに至るのか本当に分かんないんだけど、在留資格がないからって言ってさ、人殺すまでするかしら。本当にね、なんか目先の利益しか考えてないような人だってのがよくわかりますよね。普通に考えてね、不法滞在とかね、殺人とかね、特に日本で起こしたら、日本の警察って世界でもトップなのに、もう後々自分に返ってくるってわかるじゃないですか。あまりにも考えが短絡的ですよね。
A さんを殺害した大石は彼女のカバンを漁り、スマホ、身分証、クレジットカードを入手。さらに宅配便で郵送した遺体を東京の自宅で受け取ると、それをトランクルームの中に隠しました。 A さんのスマホには多数電話がかかってきていましたが、当然大石が出るわけにはいきません。そこで彼女は同僚や友人、家族などそれぞれにメッセージを送り、 A さんが旅行に行っているように見せかけました。その後大石は A さんの戸籍謄本と保険証でパスポートを作り、彼女のクレジットカードを使ってついに中国行きの航空券を手に入れるんです。これでまたワンのところで暮らせるわ。こうして事件から1ヶ月半後、 A さんになりすました状態で日本を出国した大石。しかし犯行はすぐに明るみに出され、大石は中国当局に身柄を拘束されることに。日本への身柄引き渡しまでは2年8ヶ月を要したものの、現地での気ままな生活が実現されることはなかったんです。こうして事件から約5年後の2019年12月12日、 A さんに対する強盗殺人などで有罪となった大石の判決は無期懲役。彼女は判決を不服として上告していますが、翌年最高裁は上告を棄却しました。優しくて真面目、およそ殺人に結びつくとは思えない、そんな理由から大石のターゲットにされてしまった A さん。大石が生活の全てを頼り切っていた中国人女性のワンにしても同じように優しい性格だったのかもしれません。悲しいことに善人ほど悪人につけ込まれやすいもの。あなたは身近な人に親切心を利用されてしまった経験はありませんか？おそすというわけでね、いつもね、アルゴメトリをご覧の皆さんもありがとうございますということで、今回ですね、ちょっとね、大きい発表がありますと。アルゴメトリでね、初の試みなんですけれども、最初はね、ヤミゴさんもちょっとやってたり、僕もなんと5年ぐらいね、いわゆるこう、チャンネルのナレーションをね、入れてたわけなんですけれども、なんと今回ね、新たな挑戦ということで、新しいね、ナレーターさんを募集してみようかと思います。というわけで、まあ、いろんなね、考えはあるんですけど、ありがたいことにね、僕の声がいいって方もいらっしゃいますし、ただちょっとね、もう6年もね、やってます。そのうちね、もう5年ぐらいずっと入れてるんで、ちょっと変化もつけたいなっていうのもあるし、その分ね、僕とかね、ヤミゴさんもね、時間できますんで、皆さんに対してね、別のコンテンツを提供できるんじゃないかとか、いろいろ今話し合ってる最中なんで、本当にこう前向きに捉えているんですけれども、まあ、ただね、アルゴメントに耳で聞く人も多いわけじゃないですか。だから、結構ナレーターさん超重要なんですよ。そうね。あなたの声ファンもきっといるんだけど、まあ言うてね、あなたもナレーターさんではないわけだからね。でも、ナレーターをプロとしてやってる方々もいらっしゃるわけですから。そうですね。まあ今回ね、プロじゃなくてもいいんですけれども、まあ本当にね、お力添えいただける方はね、概要欄と固定コメントのね、リンクからね、ぜひご応募いただければっていうところで、ただね、本当に、ね、今ヤミクさんが言ってくれたように、僕もね、結構こう、魂込めてやってるんで、次やる方にもね、やっぱそういうところはね、いい意味で見させてもらって、なので、まあ皆さんに僕が約束できるのは、アルゴメトリーは必ずパワーアップするっていうことですね。まあそれでね、僕らもね、いろいろこう俯瞰できるところも増えてくると思うので、ちょっとだから新しい挑戦。ただもうこれでね、なんかいいナレーターさんいないなとかね、ちょっと僕が言うのもあれなんですけど、その場合ね、変わんないんで。いい人がいる場合のみ変わるっていうね、ここは約束しますよね。皆さんご安心いただければっていうところで、オーディションもね、ちょっとどれぐらい長引くかもわかんないんで、ちょっと一旦はね、興味ある方はね、音声送っていただければと思います。そして、いつから変わるとかもしあればまた告知するんで、そこはね、ご安心いただければと思います。というわけでね、本日もアルゴメトリの動画、ここまでご視聴いただきありがとうございました。